西岸宗光です。今日は友達がいないことで悩んでいるという30代女性さやかさんからのご相談です。西岸宗光さん、こんにちは。いつも動画を見て心の支えにしております。ここ数年で人間関係が自然消滅することが続いて辛く感じています。以前はよく会っていた友達や何でも話せた同僚と気がついたら連絡がほぼ途切れてしまって理由もわからないまま距離が空いていきます。その度に私は何か変なことを言ってしまったのかなとか、私は嫌われてしまったのかなと一人で考え込んでしまいます。 SNS で元仲良かった人が別の友達と楽しそうにしているのを見ると、どうして私は誘ってくれないんだとか、やっぱり私は誘われないんだと比べてしまって情けない、そんな思いもあって心が落ち着かないです。こういう寂しさとか孤独感を感じてしまう時の心の持ち方を教えていただけると嬉しいです。ありがとうございます。友達が離れていってしまって孤独感とか、悔しさを感じていらっしゃるというお悩み相談ですね。これは非常に多くの方からお寄せいただくご相談でもあります。 SNS とかですね、このデジタルの世の中の流れがどんどん進むにつれて、みんながみんなよく抱えがちな悩みなんだろうと思いながら見ております。来るもの拒まず去るもの追わずという言葉がありますね。これは古代中国の思想家である孟子の言葉だそうです。これをですね、今日は仏教の別の表現を使ってできるだけお悩みに寄り添いながら役に立つお話ができたらと思います。私はよくですね、普段から切れるべき縁は切れるし、つながるべき縁はつながりますよということを口にします。そして縁が切れるとですね、悲しみだったり嫌な気持ちがやっぱりどうしても出てくるとは思うんですけども、一つご縁が切れるとですね、割と別のご縁が生まれたりして出会ったりして、その空いたスペースを埋めてくれたりもするものなんですね。ですぐにということではなくても結構な場面でそういうことをよく見ますし、私自身もそうだなと体感することは多いです。ですからなんかね、切れる縁は切れるし来る縁は来るしというと諦めみたいな言葉に聞こえちゃうかもしれないんですけれど、割とポジティブな意味でお伝えしたいなと思った次第なんですね。例えば友達がいないということもそうですし、誰か特定の一人のお友達との関係が疎遠になった時に、それを思い悩めば思い悩むほど苦しいですよね。これはいわゆる執着と呼ばれるものですね。執着すればするほど心が狭くなって視野も狭くなって自分が苦しむ羽目になると。ですからそういうものだなと受け入れることができれば楽なんでしょうけれど、それがうまくできないということなのか、あるいはその執着すらも手放したくないのか、まずそこからですかね。おそらくさやかさんは特定の誰かにすごく執着をしていて、その人との関係がどうでというふうな苦しい状況というよりかは、何か気を抜いてというか、気がついてみればいろんな人が離れていってしまって孤独感とか悔しさが残っているということだろうと思うんです。とすればなんで
自分からですねご縁が切れていくのかということを考える必要があるわけなんですけども、その考える際にも執着は手放さなきゃいけないんです。よくありがちなのが、自分には友達が少ない、友達がいない、人が離れていく、そういう時に私が何か悪いことをしたのかとか、自分のどこが悪いのということを考えて、でそれを考えすぎてしまって、やっぱり私は悪いんだとか、やっぱりダメだとか、これからもダメだろうなとか、どんどん自分を責めていってしまうことが多くありますね。それは何の生産性もなくて、ただ自分が苦しくなり続けていく未来しか作らないものです。ですから考える際にですね、自分のダメなところではなくて、何が起きたか、何があったかということを冷静に考えるということが大切です。で、あまり昔のことを遡って考えたり、今目の前にいない、最近はもう会ってもいない、もう切れて時間も経っているような人とのことも考えてしまうと、やっぱり全て妄想になりますから、悪い方へ思考が落ち着いていきやすいんですね。もう終わったものは終わったんです。ですから例えば昨日私だけ誘ってくれなかった A という友人がいたとすれば、その友人との間に、昨日あるいは一昨日とか3日前ぐらい、せいぜいそれぐらい短い期間の中で何があったのか、どんな言葉を交わしたのか、そういうことを振り返ってみる。でそれでも思い当たる節がないというんであれば、自分ができる行動をしてみればいいんですね。私も行きたいなって自分から言葉をかけると。でそれでなんか嫌われたりとかね、変な反応をされてしまうとか、そういう心配もあるでしょうけど、もうすでに誘われてないわけですから、あまり深く考えてもしょうがないわけです。どうにかしたいんであれば自分から行動に出る。結構友達がいないとか、人付き合いが得意じゃないですよっていう人の言葉をよくよく聞いてみると、案外自分から動かずに待っているだけということも多いんですね。どうでしょうかね。さやかさん、ご自身からはどうでしょう。いろんな人にお声掛けをして、いつ何のお誘いをしましたかね。してもいいですよね、自分から誘って。あるいは誘われた時に、せっかく誘ってくれたのに行きたいと、乗り気ですよという姿勢をまっすぐに見せたりしていますでしょうか。そういうことをなるだけ直近のですね、昔ではなくて、ありありと想像できるような事実に即した振り返りができるようなレベルで見直していくしかないんです。そして見直したものは次の行動に生かすしかないんですね。で不思議な縁という言葉もよく聞きますね。不思議な縁というものはやっぱりあります。でそういうものが巡ってくる必要があったりするかもしれないですね。今ある縁では足りないということであれば、また新たな縁が巡ってくればいいんでしょうけれど、巡ってくるには備えが必要なわけです。
あるいはその縁を作りに行く側になるということが必要です。さて、お守りです。これからじゃあどのようにして友達がいなくて寂しい悔しいという暮らしを変えていけるか、終わったご縁に意味を足していきましょう。要因を考えてしまうとやっぱり自分のどこがダメだったかということを考えてしまいますから、それが行き過ぎて自分責めになるということがよく起こりますんで、終わったご縁の中に意味を見出すということですね。というのは何が学べたかということです。自分のどこが悪かったかではなくて、例えばそれは結局自分とは合わないタイプだったんだなっていうことでもいいでしょうし、やっぱり誘われたらすぐ行った方が良かったのかなでもいいですし、自分から誘ってみる人になってみようかなでもいいですし、友達ってそんなに大事じゃないかもとかでもいいですしね。何が学べるかということを考えるためにも、終わったご縁には意味をつけて、その意味を今から生かしていくと。でもう一つですね、今友達がいなくて寂しいとは言っても、今周りにあるご縁をちゃんと見てますかね。いろいろあると思うんですね。例えばスマートフォンの中に連絡先が一つも入ってないんでしょうか。ご親族以外の何かご縁があったからつながったんですね。昔の職場の人、近所の人、どこかで出会った人、いろんな人がいると思うんですよ。そういう人たちのことを考えたり思ったり連絡を取ったりしてますかね。ご縁というのは今あるものを大切にしていれば、その人たちとのご縁が強くなっていったり育っていって、また新たなご縁を生んでいくと、そんなものなんです。ですから新しいご縁が欲しい時には今あるご縁を大切にすればいいんですね。ですから今ご自分のお近くにあるご縁をしっかりと確認をしてですね、どんなものがあろうかと見つめてみてください。そこから必ず何か小さなことでもヒントがあります。最近連絡してなかったなとか、実はよく連絡をくれていたんだけどあの時忙しくてあんまり相手にしてなかったなとか、なんか気が合わないと思ってスルーしてしまっていたなとか、そういうことがあるんであればね、今できる何か一つでもヒントが見つかるはずです。そして最後にこれからですね、どんなお友達とか知人とかご縁に恵まれたいか、それを考えていきましょう。どんな友達とどんなことをしていきたいか。例えば今疎遠になったりちょっと距離ができてしまっているお友達と関係を良くして、どんなことがしたい、どんなふうに関わりたい。でそれを考えた上でですね、過去のそのお友達と未来において仲直りをして関係が良くなって一緒に笑っているお友達はもう別人なんですよ。時間が経つと人は生まれ変わると仏教では言われますから、あの時のあの友人として関わるんではなくてですね、未来において関係が良くなって一緒に楽しんでいる友人とはどんな友人だろうか、なぜ私とまた関係を修復して楽しく遊んでいるんだろうかと、何があったんだろうかと、そして私はどんな自分なんだろうかと
もう昨日までのご自分ではないわけです。関係が良くなって友人と遊んでいる私はもう違う私なんですね。じゃあどんなことをしてどんなことを考えてそういうご縁がまた復活したのだろうかと。別に今疎遠になっている友人だけじゃなくてもいいです。新しいこんな友人たちとこんな楽しい日々を過ごしたいな、囲まれたいなと思うんだったらば、どんな人たちだろうか、なぜ私とつながってくれているんだろうか、未来において私はそれまでにどんなふうに過ごしていたからそういう未来を手にしているんだろうかと。そうするとこれもまたですね、今からできることを与えてくれるわけです。新しいご縁を作るためのヒントになっていきますので、ぜひやってみてください。終わった縁には意味をつけていく。そして今あるご縁には感謝をする。そのためにまず確認をする。そして未来自分がどんなご縁に囲まれたいかを想像する。きっと小さなことで一変すると思いますので、自信を持って勇気を持って頑張っていってください。さやかさん、そして動画を見てくださった皆様に心から感謝申し上げます。ありがとうございます。お気づきやご感想があればぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。お悩み相談がある方は概要欄にご相談窓口のリンクもございますので、お便りくださいましたら幸いです。ありがとうございます。